でこっちなんか逆向いてたりとか。あ、本当だ。これちょっとレア。そうね。モテにかかろうとしてるミッキーじゃないですか。企業ものファンタジーの世界が急に現実的になる感じ。生々しい生々しい。はい、おはようございます。トレイです。今日はですね、どこにいるかと言いますと、代々木八幡ですね。今日行くのはこちらです。ドーン、ドゥジョーです。八幡のヴィンテージショップなんですけども、8月3、4でですね、ヴィンテージディズニー T シャツのスペシャルイベントをやるということでやってきました。じゃあ事前にこう見せてもらえるということ？そうなの、特別に見せてくれるって。ちなみにあけっぴあれでしょ、ディズニーはビッグファンなんだっけ？はい。今声上ってない。はい、好きです。でも僕ヴィンテージの話がめっちゃ大好きなんで。ね、今アニメ T とか超盛り上がってんじゃん。ね、だからどういう感じなのかなと思って。早速こちらになります。こんにちは。こんにちは。今日はどうぞよろしくお願いします。お願いします。トゥージョーの中野です。今ちょっと被ってる。はい。そして、すみません、ブラゴシです。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。今日早速ディズニーランドのヴィンテージ T ということなんですけども、はい、なんでこれをやろうと思ったの？まず僕最初に1個いいですか？はい。今回このイベントの肝、中野さん全くディズニーもの好きじゃないここからこの話始めていきたいんですよ。好きじゃない。ディズニー大体こういうのってディズニーランドが好きでとかディズニーモチーフが好きでとか、愛を語る会じゃないの？そういうところだと思うんですけど、まず中野さんは全くディズニーランド興味ない。でも多分好きになりました。今我々は言わせてるわけではないんですよ。なんかどこのそんな中野さんがなぜこのイベントをやろうと思ったのかっていうと、なんか今回 T シャツを提供してくれるサンキュロットさん、ディズニーのコレクターの人がいるんですけど、そのコレクション1000枚ぐらいにしてもらう機会があって、今まで見たことがないようなもの、こんなのあるんだみたいなばっかで、ちょっとみんなにもと思って例えばグラフィック的に面白いとかそういうことですか？そうですね、本当に入りはそこで、でグラフィックから入って、でなんかこうちょっと調べていくとさらにちょっと面白くなった。私もそんなにディズニー詳しいわけではないんですけど、ここら辺から見ますか？そうですね。これはでもよくいわゆるですよね、誰もが通る通過点、こんなユダ君みたいな、いわゆるザ・ミッキー。私も多分中学校2年生の時に着てた写真がありました。オレンジですごいうち田舎だったから、ジーンズメイトみたいなの石川県バージョンでジャックっていうのがあったんですよ。ジーンズショップですね。ジャックで買ってもらったんだと思う。もう全部同じ、これスタンディングミッキーっていう、形で、一番ベタな、一番見ますよね。例えば、スーベニアものっていうのも多くて、これはもう何もないシンプルなやつなんですけど、こっちは何もない。あ、でも書いてある。シカット。なるほど。お土産でカリフォルニアで売ってたやつ。でこっちはなんか大学でのスーベニア。ウエストチェスター、フロリダとか。これ全部オフィシャルですか？そうです、全部オフィシャルです。スケッチバージョンとかコミック風のやつもあったりして。あとこれはこっちにくり付いてんだ。これが付いてるんですね。そうですね、リンが付いてて、でこっちになんか逆向いてたりとか。逆？あ、本当だ。本当だ。これちょっとレア。そうなんです。あと顔もちょっと違う。そうなんですよ。年代によってミッキーの顔が違うんですよ。目が違ったりとか。こっちのミッキー目が。そう。T シャツを作るときにどのミッキーがいいかっていうのを作り手の人たちが選んで作るって感じだと思うんですけど。僕が一番うわって思ったのが、なんかちょっと違う。どこが違うんですか？輪郭線。そうなんです。アウトラインが全部違うんですよね。太さが。一番細い、ちょっと真ん中、一番太い。はあ。こんなん全然気づかなかったっすね。1枚だけで全然気づかなかったし、量並べてみないと見つからないことってありますね、やっぱね。そうなんです。彼着てるのは細ミッキーですよね。細ミッキーだね。これと一緒なくらいの細かな。そう。これ80年代。80年代とかです。8250円。普通のいつもの T シャツくらいの値段。そうっすね。でこのスタンディングミッキーに関しては6050円ぐらいからその8250円ぐらいかな。なんかそこが
その今回のイベントの、着物1個でもあって、うんうん、高いものがいいものとされてる今のその T シャツ市場の中で、そうじゃないものにも面白いものがあっていいものがあるよっていうのが中澤のその独自の切り口というか、ドゥージョーらしさみたいなので、それもこのイベントの面白さの一個かなと思います。確かに。そしてその良さを見つけるのが自分の価値観で生きるってことですよね。そうですね。なんか高いからいいとかじゃなくて、この中で太い方がいいとか細い方がいいのは自分の価値観ですもんね。はい、一個なんか気に入ったやつ着てみてくださいよ。ちょっとなんかちょっとハッピー野郎な感じでしてみようかな。可愛い。でかいの似合いそうに。ね、こんな感じになりました。可愛い。今日はですね。ね、なんか結構白すぎるとこがいい。ああ、なるほど、確かに、そうですね。クリームとかじゃなくて真っ白。確かにがいい、なんか新鮮だなと。あとこのリンキング。確かに。良い。でこの次はアトラクションの T シャツ。ディズニーランドのみたいな。ディズニーランドとかディズニーシーの。トワイライトゾーンだったりとか。スター・オブ・テラーとか。グラフィックかっこよくて、普通の映画ってみたいな雰囲気あって、かっこいいですよね。バッグとかも。バッグいいね。しかもこれ生地いいですね。はい。へたれ具合が分かる。この色合い好きなんですよ。フェードした感じもいいですよね。雰囲気あって。この80年代。いや、この辺は新しいんです。90年代とか、00の頭とか、90後半のものが多いんですけど、これなんかスプラッシュもあって、これ有名ですよね。で、この辺はこれもディズニーなんだ。はい、なんか可愛いと思って調べたら、向こうにしかないアトラクションだったりとか。ちょっと斜めいいですね。そうです。これとかもディズニーなんだ。そう、これも向こうでしかないやつで、本当にサーフモンみたいな感じがして可愛いなと思って。スター・ウォーズだったり、ミッキー、これはなんか向こうでしかないイベント、スター・ウォーズのコスプレをして、キャラクターたちがこう練り歩くみたいな。こういうとこレアじゃないですか。2000年代になると白目がついてくるんじゃないのか。いや、いろんなパターンあります。はい。本当？これはジャケのオマージュですよね。グラフィック好きです私。そう、僕も本当そこっすね。ね、この辺が映画ティーですね。ジャングルブック、モンスターズインク。好きな人好きだよね。そうですね。ポカホンタス。ニューグルーブ。いや、僕も本当にこれだけで思った。It's about me。最高っすよね。超自分のこと好きじゃんみたいな。そうなんですよ。これだけで欲しい。ここだけでピックしたって感じですね。でライオンキング。しかも刺繍ついてるじゃないですか。細かい。あと割れたインクもいいですね。これいい。トイストーリー。これ猫、シャム猫ですね。シャム猫。はい。不思議の国のアリス。横面白いですね。プリントするの大変じゃないですか。そう、なかなか大変ですね。で、ぼかしてブラシ風にやって、アトランティス、象形文字。こんな T シャツないなと思って。極めてなんかディズニーっぽくない感じのがいいですね。はい、そうです。ある意味。こっちは。で、この辺が割とメジャーなラインだったんですけど、この辺はもう本当に個人的に特に好きで、企業もの、協賛のスポンサーとかが入った T シャツ。なんかこのディズニーの世界観にこういう企業のロゴがバーンって入るだけで、このファンタジーの世界が急に現実的になる感じ。生々しい。裏にマネーが。そうなんです。マネーがいかないですけど。でもちゃんとさ、影とか作ってあったりさ、来にくくないですか。これなんかライオンキングとかのイベントだったりするんですけど。エグゼクティブアットサブウェイステーション。そうなんです。レストラン。サブウェイの特別なやつ。サブウェイ協賛のレストランか。なんかサブウェイがライオンキングに協賛しとるんやねっていう。そういうことですよね。どうしてだろう。で、これはガソリンのエッソガソリン。すごい。こんななんか相入れないなんかプリントって珍しくないですか。これいいっすね。このシリーズ私すごい好き。そうなんです。もうマクドナルド。そうなんです。これはマクドナルドですよね。後ろにあって。これとかもこのイベントの協賛でこれ好き。これ欲しい。キング牧師のイベントをディズニーランドでやった時の T シャツみたいで、すごい。そうなんです。ディズニーランドの T シャツでキャラクターじゃない人の顔が入るのってなくないと思って。人間の顔。世界観大事にしてる。そうなんです。ディズニーでそういう半径すごい厳しいのかなと思って、割とフレキシブルにキング牧師だからってのもあると思うんですけど。多分そうだと思います。この辺もだって7000円とか。でもキング牧師はやっぱレアなんでちょっと高いです。
いくら1万1000円。それでも1万円両親、まあ、古着は古着っていう、まず根本めちゃくちゃ今回安い。だよね、で、まあ、文字だけの T シャツもあるんだっていうのも面白いなと思って、意外にそういえばないよなしかもと思って。ディズニーこのロゴつけといてね。なんかこれよくよく調べてみたら、うんこの各ストーリーの名台詞だったりとかを、あ、なるほど、はいこのイノシシ、はい、これはライオンキングですよね。へえ、僕じゃねえぞと。そう、まあこれは小人の小人さんの。七人の小人だ。はで、へえ。こっちは、ノームはミスさんのですが副船長ですよね。ほーあ、こういうシリーズもあるんだっていうこれかっこいいですね。はへえ。これもなんか着やすいですよね、割と、男の子でもこれぐらいのカロリーがちょうどいい。いいですね。こっちはなんかまあその延長線上でメッセージっていうみたいなのも存在するんだと思って、で「I'm never growing up」って中二病みたいなこと言ってますけど。そうこれだったらあ、ほら、もうそれちょっとずつ毒が出てくる。特殊賞が特殊賞が。ディズニーの T シャツって派手なの多いのって園内だからこそ着れるというか、でもちょっとそれが苦手な人でもこれだったらいけんなと思って、そうでこれは僕面白いなと思って、どこにいるのと。そう僕の推測なんですけど、子供さんがバーってどっか行ってみたいな、でお父さんお母さんが来たらいや最高じゃないですか。なんてストーリーを勝手に思ってっていうメッセージ。子供消えた、ちょっと着替えるねみたいな。そう次はこのワンポイントのものキャラクター、で後ろにまああったりとかなかったりとかするんですけど、まあ基本胸にワンポイントがあるキャラクターもの、これぐらいシンプルだったら着やすいかなっていうのでセレクトして、でこれも調べてみるとこのクラシックコレクションっていうこの T シャツのシリーズがあってすっごいいろんな種類が出てて、これとか、まあ、バッグにこれぐらいかっこいいなっていう。あ、白っていいですね。この色味にこの小人いいですよね。もともとこれがディズニーのフィギュアの販売イベントのグッズというか、で買った人にその特典だったりの T シャツなんで、なんで多分あんまりこうドカッとしたデザインじゃないのかなっていう。これを売るためだけじゃなくて、そうです、売るものがあってっていう。なるほどね。でバッジだったり T シャツだったり特典というかおまけみたいな感じで。こっちのラックははい、こっちは、プリントが面白いの、ちょっと変わったプリントものっていうのをチョイスしました。全部でカルっていうやつですね。確かに確かに、大きい版を作んなきゃいけないから。そうなんです。プリント工場が嫌がるやつですよね。でもディズニーそういう工場を持ってるからできるってことですよね。全面ちゃんとつながってる。で後ろもいるよと。後ろもある。結構これ古そうじゃないですか。なんかコンディション的にこの80とかかな。そうですね。シングル80とかかな。これでもグラフィックとして私好きですね。こっちリングプリント、こことここをつなげるのがもうスーパーだるいんですよ。スーパーだるいんだ。なるほど、一枚のこうつながっている感じにするよと。で後ろも豪華ですよね。本当にサーフっぽい感じ。確かに確かに、ディズニーサーフ。多色使いのグラデーションの。中野さん釣り手だからこその視点みたいなとこあるんですよね。そうですね。自分で T シャツも作ってるから。でこっちはなんか面白くて、テストプリントっていうなのかなと思って、後ろ一応こう柄出ししてみるみたいな。インク飛んでるし、多分これテストだろうな。いや、これがいいよ、逆にいい。そうなんですよね。だって1個しかないんだもん。そうなんですよ。これはなんかエアブラシ風のプリントで、これも面白いなと思って。で次がまあ全面ですよね。もうこれもなんかいろんなパターンがあって、こういうパターンもあるし、こう真ん中に集中したりとかいろんなパターンがある。これはカロリーでいうと120カロリーですね。あっちのワンポイントが15くらいだとしたらこれ120くらい。これそうっす。こっちは右と左になんかいて、スカジャンみたいでかっこいいなと思って。確かに確かにスカジャンモチーフなんかここに竜とか入れるんですね。でジャパン的な。ちょっと顔違いません？なんかちょっとおじさん臭いっていうか。確かにそれ服装とかじゃない。服装ですかね。そうですね。でこれ馬券とか買ってたのがいいですかね。いや違うじゃないですか。この2枚カレッジ風というか、これもなんかチャンピオンとかでよくある形なんですけど、これも可愛いな。シンプルでいいですよね。いい。パッと見ディズニーと思わないですよね。そうです。
で次も、これも本当にありそうなカレッジのもので、中にドナルドが入ってアルファベットが入ってます。はい。でも刺繍細かいですね。これはあれですか、IT とそうなんです。 IT 的な違和感満載のウィーンなんですね。ディズニーテックディズニーテック、ディズニーテックって書いてあるね。電源ボタン。会社が大きいんで部署のその T シャツというか、そういうのがそれぞれあるっていうのがまたなんかおもろいなみたいな。なるほどね。ディズニー深いね。深いし面白い。面白い。探れば探るほど。2日間のイベントだったらこれいや、これまだ本当一部で、じゃあもうなくなることはないと。そうですね。じゃあちょっと安心しました。これだけは多分2時間持つかなっていう。2時間で完売しそうじゃないですか。この間雄大君ここで T シャツ売ったんですけど、2時間で全完売。人気者ですよ。人気者。そしてその人気者が選んだのはこちらになるんですけども、なんだうまいことだろ。うまい動線貼ってやった。これ雄大君が選んだディズニーらしいんですけど、割とサイズ感がちっちゃめで、その女性が着れるようなものだったり、あとはもう個人的に本当俺がこのデザインめっちゃ可愛いなっていうものを中尾さんと一緒に選ばせてもらってって感じなんですけど。ジャストぐらいかな。そうですね。ね。ミニもミニで可愛い。細身の男性の方だったら全然着れると思うんですけど、なんか最近やっぱりちょっとこう大きめじゃなくてちょっとタイトに着たいっていう男性も割と多かったりするんで、そういう方だったり、あとは本当に普通に女性の方にも着ていただきたいなっていうところで。普通に可愛いやつ多いよ。可愛いですよね。キュンカマな。これだからジョン・レノンと、ですよね。そうなんですよ。多分イベントだと思うんですけど、そのジョン・レノンとそのウォルト・ディズニーのなんかこのコラボレーションですかね。ここが多分エリアだと思うんですよ。このプレジャーアイランドっていうエリアの T シャツなんですけど、パッと見全然わかんない。めちゃくちゃいいですよね。だから僕もと思って、ジョン・レノンとディズニーランドと思って、もう面だけでめちゃくちゃいいなと思って。やばいね。なんこれなんかもやっとくる。いいじゃないですか。なんかモテにかかろうとしてるミッキーじゃないですか。高い時計とかさ。絶妙に嘘くせえっていうか。チャラい。なんかこの顔つきとかもなんか子に来たらしいんですよ。子に来たらしいね。中途半端に成功したな感じらしい。そうなんですよ。なんかドヤみたいな。18区。そうですね。浜田山。そうですね。35、6六本木みたいな。すれたなっていう20年くらいですれたなっていう。浜田山。どっかに出てきた。ピュアな感じ。杉並区のいいとこになんかこうちゃんと育てられたなっていうとこから行ったなっていう。いや普通に可愛い。本当の子はくね。いやこれがでも今回の肝だと思うんですけど、ディズニーファンじゃなくても楽しめるというか、それなんかも普通に可愛くないですか？可愛い。ピースラブミッキー。なんかこれちょっとささやかなメッセージ性がいいね。でも再起なんだけどね。色が。そうなんですよね。雄大君が選ぶのはちょっと闇を感じていいですね。確かに。いやおかしい。なんか闇を感じるのよ。確かに。何か。僕はもう割とこうスタンダードに10年ぐらい前あんな感じだったもんな。そう。これがめちゃくちゃ良くて、ノートルダムユニバース。そうなんですよ。もうそのカレッジもの的な感じなんですけど、ちゃんとボディもそのチャンピオンで、XL で、あと生地いいね。そうなんですよ。ラッセン。ラッセン。なんかうわとんかつにマヨネーズかけて食うみたいな感覚ですよ。やばいねラッセン。ラッセン。渋谷にあったね。あったこれはいいとこついた。最強対最強とかいいとこついたね。本当に。うわだってしかもなんか顔がむく。そうなんですよ。その顔。これ可愛いよ。これめっちゃいいですよね。これ中野さんも好きですよね。そうですね。昔のそのなんかアメリカでなんか実際に火災があって、その火災の時にそのまあ消防士の人たちがその街を救ったっていうところで、それにリスペクトを込めて作家さんが絵を描いたミッキーマウスが消防士さんに感謝してるみたいな。これは可愛い。キュンとして可愛い。これはって言いました。来ました。インクメーション確実に。でもね普通にいいですよね。また闇を感じるんだけど、目が赤いの。よく見るとこの顔がちょっと悪いの。もしかしてこれは亡くなった消防士さんでっていうのがいろいろ考えると、7月8月にぴったりなオカルト T シャツになっております。そうですね。ファンタジーだし。そんなことない。ファンタジーだしじゃない。お客様おかしい。なんでみんなちょっとこう入ろうとする。こう受け取ってください。こう入っていいところなんですよ。あとは普通にね。そうです。これは。でも後ろがなんか手書きっ
と面白いね。ファンタジアのはいはいこ。のミッキーのキャラというかこの格好めちゃくちゃ好きで、大きいこのドーンっていうのはキシリーズも可愛いな。そうですね。でこれもそのさっき言ったようにそのディズニーの中のその会社というか、クリエイターの人たちがここに所属してるというか、作り手の人たち、その裏方の人たちがここで働いてるっていう会社の T シャツなんですけど、なんかちょっとこれは大きくて着づらいなって人でもこういう胸プリとかだったらあれですし、これもまたちょっと後ろもあるよ。はい。なんか一個着てみてください。この中で一着。ちっちゃめなのちょっと着てみたいな。六本木六本木僕入れでもいいですよ。ミニかこっちか迷うな。でもよく着たらいいじゃないですか。いやじゃあ2つ着る？いいっすよいいっすよ。いやじゃあちょっとミニからはいミニから行かせていただきます。これになりました。可愛い。めちゃくちゃいいじゃないですか。サイズが良い。そうですね。ね、ちょうどいいちょうどいい。ね、女性の方が本当にある程度ジャストサイズで着てもらえるサイズ感だと思うんです。新鮮。夏こういうのでも着たい。レイさんが見に来てる。見に来てる。沖に行こうとしてる。好感度ことないぞ。好感度上げようと。よくない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 今の。でもこれ良いな。いいっすよね、なんか俺逆に結構そのカウンターカルチャーの系譜の人たちが、本当にこういうドストレートなミッキーの T シャツを着たりするんで、逆にそっちねみたいな正統派に。そうそう。でもその他のアイテムとかで子供っぽく見せないというか、確かに。モードっぽいスカート着てあげるとかだけでも全然違うと思う。確かに。もう一個着てみる。はいちょっと着てみます。じゃーん、こんな感じになりました。可愛いい、可愛いい。すげえ可愛い。これさっきよりも若干大きいかな、若干ワンサイズくらいちょっとゆったりめに着てて、あとウエストインするんだったらこっちくらいの高めにある方が綺麗かな。そうですね。さっきミッキーの足ちょっと切れ気味だったから確かに上にそのバランスが寄ってる分、ねインしても綺麗に絵が見えますもんね。ね普段の自分の格好にもうここぶち込むみたいな、なんかそのディズニーだからなんかちょっとそういうファンシーな方にとか、ちょっと可愛いので合わせた方がいいのかなって考えるとちょっと難しいというか、そっちの要素が強すぎると思うんで、本当自分のいつもの格好に合わせてもらうというか、なんかそれがちょっと違和感になってどっちもこう生きるというか、相対的にそうですね追加にしようみたいなもんですよね。出た久々に聞いた。これが定期的に。これ追加にしよう。違うもので引き出さや合うよってことそうですね。ですね、まさにそれですよ、追加にしよう。でせっかくなんで、はい皆さんが今日気に入った1枚を1枚ちょっとお見せいただいていいですか。おお、気になりますね。はじゃあ4人分いきますよ。4人分。僕もあきっぷんもだよ。はいあきっぷんで行きましょう。レイさんはそこで絞ってんすか。いや、サイズ的にこっち好きだなっていう。まあね、サイズ問題は。でもな、こうやって着るとあなたドレスパン乗ってみたいじゃない。まさかの確かにちょっとここだけ見えてて、そうもしやみたいな。楽しい。ドレスです。ドレスです。あ、ミキでした。はい、決まった。はい僕もやりました。はい。僕はこれです。で、あいい。文字だけっていうあれなんですけど、でも僕文字フェチというか、もうフォントがフェチで。ロックって書いてるし。いやもうすげえ寒い。ロックといえばみたいなのやめてもらっていいですか。そうじゃないんで、もうこのフォントが僕のディズニーフォントも大好きですし、なんかその中こういろんなフォントが。あ、いろんなフォント入ってる。後ろと違うんだ。後ろもあれですし、なんかシンプルに T シャツとしてめちゃくちゃいいなみたいな。フォントフェチからする選び。これはすごいおすすめです。なるほど。中野さんは？僕はもうこう着やすいとかこういろいろあったじゃないですか。僕は経て最初に戻ったんですよね。なるほどね。で今の俺だったら着れるってなった成長してそうでなんかよく見たらこいつ酔っ払ってんじゃないかなと思ってああなるほど。ちょっとオレンジそうオレンジ味が強い。こいつはちょっと風邪ひいてんのかな確かにあと肝臓悪いかもしれない。そういう見方をしたら着れる。ああ、確かにだってこれ色ついてないです。こっちが多分ノーマルですよね。ちょっと酔っ払ったバージョン。言ってんね。じゃあケッピは？
僕はやっぱこっちの企業系のやつ、はいサブウェイのやつですかね。あー後ろがサブウェイ好き好きこんなのあるんだっていうの今日初めて知って。あとあれで女の子と盛り上がるよライオンキング好きなんだーみたいなサブウェイなんでどういうツッコミをしたらいいかなとか話の話題にはなりますじゃあレイさんはこっちかなおー自分の引き出しになかったとんいうところでこっちおーですレーザーもいいじゃんスーパースタンダードのやつ。スーパースタンダードなところにうん一巡巡ってこっちねえ面白いねはい改めましてなんですけど中野さんこれはお日にちはいつになるのはいいつになりますか 2days、 2days 8月の3日土曜日と4日の日曜日、お昼の12時から、5時まで、 5時まではい、なるほどでウェブ販売も、3時からありますんでなるほど、まあはいどうしても来れないよって人はそこですねチェックしていただければ。はい、そして皆さんは何が気になったでしょうかぜひコメント欄に書き込んどいてもらえたらなと思います中川さんだからこのイベントでちょっとディズニーランドちょっと興味持っちゃった。持ちました。持ちました持ちました行ったことないけど行くいきます。行きますか行きますかわかりました4人で行きましょうあ、いいですね。 4人で行きましょうあこの意味で言って面白そうですねみんなこれ耳つけに行きましょう言いましたね。言いましたね、次回はですねディズニーランドからお届けしたいと思いますそれではまた次回動画でお会いしましょうじゃあねー